もしいつも遊んでいる友人があなたの殺害を企んでいたら、遡ること14年前の2009年10月21日、アメリカミズーリ州。大変なんです。娘のエリザベスがいなくなってしまったんです。電話口で警察にそう訴えるのはパトリシア・プライスという中年女性。その日は彼女の9歳の娘エリザベスが友人と遊びに出かけたきり帰ってきていなかったんです。エリザベスなら6時前に帰ったよ。友人のエマはそう説明していたんですが、時刻はすでに午後7時。エマはエリザベスの自宅から4軒隣に住んでおり、ここまで帰りが遅いのは明らかに異常でした。通報を受けた警察はそこから数百人を動員した捜索を展開。2日後、エリザベスは近隣の森の中で惨殺された状態で発見されることになるんです。その後、エリザベスを殺害した犯人はすぐに逮捕されることに。そして犯人は取り調べの中で犯行について次のように語ったんです。人を殺すなんて無理だろうと思ってた。でもやってみたら楽しかった。9歳の少女を殺害し楽しかったと語る凶悪犯。凄惨な殺人事件を起こした犯人の意外な正体とは。犯人を凶行へ駆り立てたのは異常行動を繰り返す中で芽生えた趣味趣向だったんです。おさす、アルゴメトリーもよろしくお願いします。ケンちゃんです。どういうこと？アルゴメトリーじゃないこれ。アルゴメトリー X と書いてアルゴメトリーと読む我々の姉妹チャンネルのところなんですけど、アルゴメト好評すぎて。そうね。めちゃくちゃ好評ね。好評すぎて。ちょっと私の自己紹介もさせてよ、ちょっと。いいんじゃないのエミエルカです。本日ご紹介するのはアメリカで起きた9歳の少女が惨殺された事件なんです。この事件、犯行の凄惨さもさることながら、その犯人の正体が意外だったんです。そしてその犯人、なんと事件発覚後、楽しかったという発言もしている、本当にとんでもない事件。そういった点でもね、注目が集まった事件なんです。9歳の少女を殺した上に楽しかったってもうと考えられない。まあ本当ね、どんな育ちなんだよってこう思うんですけど、更生する余地ってあるのかなってこう、甚だね、疑問なところですよね。まあというわけでね、メトラの皆さんもね、犯人が一体どんな人物だったのか、ちょっとね、予想しながら見ていただければと思うんですけど、早速ね、事件発覚の場面から見ていきたいと思います。帰らない娘。遡ること14年前の2009年10月21日、アメリカミズーリ州セントマーティンズ。エリザベスったらやけに遅いわね。時計を見ながらそうつぶやいたのはパトリシア・プライスという中年女性。この日、彼女の9歳の娘エリザベスは午後6時までに帰宅する約束で遊びに出かけたんです。しかし6時を回っても帰ってきていなかったんです。心配した母パトリシアはエリザベスと遊びに出かけた友人エマ・ブスタマンテの自宅へ電話をかけます。すると、エリザベスはうちにはいませんよ。電話口でそう答えたのはエマの祖母。エマとエリザベスは6時前に別れ、それぞれ家路に着いたというんです。エマの自宅はエリザベスの自宅からわずか4軒隣。エマがすでに帰宅していることも踏まえ、エリザベスがこの時間に帰っていないのは明らかに不自然でした。その後、母パトリシアは自宅周辺を探し回るんですが、エリザベスの姿はどこにも見当たらず、警察へ通報。警察は捜索のため、ピングという技術を利用することにします。ピング？何ペンギン？それピング。なんか投下されるやつ？それピングな。PNG ピングな。じゃあ何なのよピングって。というわけで本日のメタラキーワードピンについて。だから何なの？ピングとはインターネット上で特定の IP アドレスを持つ機器に信号を送り、該当機器から返答があるかどうかを調べるためのプログラム。通常は該当機器が正常にネット接続されているかどうかをテストする目的で用いられることが多いんです。今回の事件においては、失踪したエリザベスのスマホの位置情報を調べる目的でピングが用いられました。通常、本人からの許可を得て位置情報を共有している場合でない限り、他人のスマホの位置を特定することはできません。しかし、この事件では特別にスマホキャリアの基地局からピングを送信し、エリザベスのスマホの情報を取得する方法が取られたんです。警察はスマホキャリアの協力を得て、すぐさまエリザベスのスマホの情報を取得しました。すると、スマホの位置情報が示した場所はエリザベスの自宅近隣の森の中。広い森のどこにいるかまでは特定できませんでしたが、そこから警察は FBI や地域ボランティアの協力も得て、数百人規模で森の捜索を展開するんです。そして、エリザベスが失踪してから2日後の10月23日。おい、何か埋まってるぞ。FBI 捜査官が積もった落ち葉をかき分けると、そこには一度掘り返して埋めたような土の盛り上がりがありました。石に地面を掘り返す捜査官数名。するとその中から出てきたのは、無残にも喉を切り裂かれたエリザベスの遺体でした。ほんとひどい。
捜索が始まって間もないのに隠蔽工作まで終わってるってさ、犯人やたら手際が良すぎない？そうなんですよ、うん事件の発覚から捜索開始まで1時間しかないですからね、そんな手際のいい犯人の正体一体誰なんだと思っている中で本当に意外な人物だったんです。意外な真犯人。エリザベスの遺体が発見される前日の2009年10月22日。なあ、あれはなんだ？ああ、アリッサが掘ったんだろう。捜索活動を手伝っていた地域住民が指さす先の地面は一部分だけ土が盛り上がった状態になっていました。それはエリザベスの遺体が埋められている場所でした。しかし、この時地域住民はそうとは考えもしなかったんです。このことには彼らの言うアリッサという少女が関係しています。アリッサはこの近辺に住む15歳の女子高生。地域住民は普段から彼女が穴掘りをして遊んでいることを知っていました。さらにエリザベスが埋められていた場所の隣にはもう一つアリッサの掘った穴が複数掘られているその様子から地域住民はただアリッサが掘ったり埋めたりして遊んでいるだけだと考えていたんです。いや、これだけ変わった趣味を持った女子高生なわけか。エリザベスを殺した犯人ということよね。地域住民は穴をスルーしてたわけでしょ。エリザベスはどうやって見つけられたの？実はですね、捜査官が、エリザベスとね最後に遊んでいた友人エマの自宅を訪れたんですが、そこであるヒントが見つかるんです。2009年10月22日、被害者のエリザベスと最後に遊んでいたエマの自宅を訪れた FBI 捜査官はある部屋に足を踏み入れ、あまりの光景に唖然としていた。何なんだよこれ。部屋の壁には一面に奇妙な文字が書かれており、赤く滲んだそれは血のようにも見える。文章の内容は自傷行為に関するものだった。さらに捜査官は部屋の机に置かれていた日記に目をやる。最後のページは10月21日。エリザベスが失踪した日付で日記は途切れていた。教会に行かなきゃねって。日記には亡くなったエリザベスを弔う意思が記されているようだった。しかし捜査官はそこから先を読むことができなかった。なぜならそれ以降の文章はぐちゃぐちゃに塗りつぶされていたから。捜査官がエマの自宅で見つけた不審な日記。その持ち主の正体はエマの姉アリッサ。そう、森で穴を掘って遊んでいた15歳の女子高生でした。アリッサの日記のぐちゃぐちゃに塗りつぶされたページには次のような内容が書かれていました。私は彼女の首を絞め、喉を切り裂き、何度も刺しました。最初は無理だと思いましたが、それを乗り越えたらとても楽しかったです。この後、教会に行かなきゃね。文末にはなんと、わらの文字も。この日記の内容からアリッサに容疑がかけられ、埋められていたエリザベスの遺体も発見されることになるんです。その後、アリッサは取り調べに際してすぐに犯行を認め、殺害時の様子をいかにも満足げに語っていたといいます。なんでそんな軽いノリで人殺しとかできるわけ？壁一面に文字びっちり書いてんのホラー映画じゃない？やばいっすよね。お察しの通りね、アリッサはね、普段から結構こう闇深いというか、ちょっとそういうね、行動を繰り返していたんですよ。そこにはね、アリッサの生い立ちが関係していたんです。狂っていく少女。壁一面が奇妙な文章で覆われたアリッサの寝室。そのベッドサイドにはアリッサに当てられたメッセージカードや手紙がいくつか貼られていました。それらの返送先住所は全て刑務所。なぜ刑務所からアリッサ宛てに手紙が届いているのか。このことにはアリッサの複雑な生い立ちが関係していたんです。1994年1月28日、アリッサはアメリカカリフォルニア州で生まれます。両親ともに薬物中毒者で家庭環境は最悪。父親はアリッサがまだ幼いうちに暴行罪で逮捕され、母親も育児を放棄。そのためアリッサは妹のエマ、そして双子の弟と共に祖父母に預けられ、ミズーリ州セントマーティンズで暮らすようになります。アリッサは本当にお利口さんね。高校の通知表を広げ、嬉しそうに微笑むアリッサの祖母。祖父母に預けられて以降、すさんだ生い立ちにもめげず、真面目に学校へ通っていたアリッサは非常に成績のいい学生でした。さらに素直な性格に育った彼女は教会でのボランティアにもたびたび参加。明るく友人も多かったといいます。すべて祖父母が我が子のように愛情深く育ててくれたおかげでした。そのはずだったのですが、めちゃくちゃ平和に幸せに暮らしてたのに何があるっての？平和にね、育っているようなアリッサだったんですけど、実は心にはね、深い闇があったんです。アリッサ、本当によかった。もう二度とバカなことはしないでちょうだい。病室で目を覚ましたアリッサの隣には涙を浮かべながら声を荒げる祖母の姿が。2007年、アリッサは13歳で初めて自殺未遂を図りました。そしてなんと、それ以降、彼女はリストカットや薬剤の過剰摂取など様々な方法で何百回も自殺未遂を繰り返すんです。しかし、アリッサが何かに悩んでいるような様子はなく、友人にはリストカットの後を自慢げに見せびらかすほど。さらに彼女は YouTube のアカウントを持っており、そのプロフィール欄は次のような内容になっていました。趣味はリストカット。それと人を殺すこと。もうな
なんでそうなっちゃうの？優しいおじいちゃんおばあちゃんに育てられたとしても、小さい頃の両親からそういうトラウマがひどく残ってるからってこと？まあ、そうですね。幼い頃に両親に捨てられたっていうその事実が自傷行為とかそういったのに繋がって、ついには殺人衝動っていうところまでね、繋がってしまったというね、そういうことだと思うんです。アリッサの YouTube アカウントにはいくつか動画もアップロードされていました。彼女の歪んだ本性はその動画の内容にも滲み出ていたんです。アリッサ嫌だよ、死んじゃうよ。今にも泣き出しそうな声でそう訴えるのはアリッサの双子の弟たち。大丈夫だから早く触りなさいよ。うわー！悲鳴を上げると同時に尻餅をついた弟たち。この時アリッサが彼らに触らせたのは牛の放牧用の電気柵でした。すっかり怯えきった弟たちを見下ろしながら楽しそうに笑うアリッサ。彼女は日常的に2人の弟をいじめて遊んでいたんです。ところでメトラーの皆さんは被害者のエリザベスが埋められた穴の隣にもう一つ穴が掘られていたことを覚えているでしょうか？捜索活動を手伝っていた地域住民は複数の穴が掘られている様子を見てアリッサが掘ったり埋めたりして遊んでいるだけと考えていました。しかしアリッサが2つ穴を掘っていた理由はただたくさん掘って遊んでいたというわけではないんです。実は彼女が2つ穴を掘っていたのは双子の弟たちを殺して埋めるためだったんです。でも埋められたのはエリザベスよね。まあ、何を思ったのかわからないんですけど、アリッサはね、エマの友人がこうバーってこう家に来る中で、なんかこうエリザベスに目をつけてしまったんでしょうね。そして運命の日は訪れてしまう。2009年10月21日、お姉ちゃん連れてきたよ。そう言ってアリッサに駆け寄ったのは彼女の妹エマだった。アリッサはエマが友人のエリザベスを連れてくるのを家の裏の森の中で待っていたのだ。ありがとう。エマはもう帰っていいよ。アリッサはエマを帰らせエリザベスだけをその場に残した。アリッサ？不思議そうにアリッサの顔を覗き込むエリザベス。するとアリッサはにっこりと笑ってこう言った。見せたいものがあるの。そっちに歩いて行ってくれる？普段からアリッサに遊んでもらっていたエリザベスは何の疑いもなく言われた方向に足を進める。本当に素敵なものなの。そう、そっち。楽しそうに話すアリッサの背中にはすでに鈍く光る包丁が隠されている。そしてエリザベスがたどり着いたその場所には自分くらいの子供ならすっぽり埋まってしまいそうな穴が掘られていた。まるで自分のために用意された墓穴のようなそれを目にしたエリザベスはアリッサの方を振り返るとこう尋ねた。これってアリッサが掘った穴？次の瞬間、アリッサはエリザベスの細い首を力いっぱい締め上げた。そして体の至るところから血を流し動かなくなったエリザベス。アリッサは彼女に馬乗りになったその状態のまま恍惚とした表情でこう言った。ああ、楽しかった。事件から3年後の2012年、アリッサには30年以内に仮釈放の可能性がある終身刑が言い渡されました。しかし2014年、彼女は未成年であることを理由に有罪判決を疑問視する発言もしており、依然として反省の色は見られなかったんです。すさんだ家庭環境で生まれ、幼くして祖父母に育てられることになったアリッサ。彼女が心にどれほど深い傷を負っていたのかは当事者以外には知る由もないんです。しかし、だからといって他人を傷つけている理由にはなりません。彼女が長きにわたる刑に複数値、いつかその罪の重さに気がついてくれることを願うばかりです。